皆さんこんにちは、まなみです。今回は U ピンクのベース商品をレビューしていきたいと思います。で、とてもいい商品があってテンションが上がっている最中なんですが、早速ご紹介していきます。で、U ピンクは元 AKB48 の柏木由紀さんがプロデュースされているブランドです。早速今回レビューしていくものをご紹介していきます。まずこちらが U ピンクポアレスフィットプライマーです。これは凹凸毛穴をカバー、崩れにくく滑らか肌に仕上げる部分用下地で、毛穴とか凹凸をカバーして肌を滑らかに見せてくれたり、あとウォータープルーフなのでステージでの汗や涙にも強いそうです。私はそこまで検証できていないんですけど、夏にも使ってみたいなって思うような下地で、あとベージュカラーで色ムラ補正と書いてあります。そこまでしっかり補正されるわけではないんですけど、こんなベージュカラーで多少カバーされるような下地です。他の毛穴下地用プライマーってさらっとするものが多いと思うんですけど、これはなんて言うんでしょう、少しオイリーというかシルキーというか、そういう感覚は若干あるんですが、今も見えているようにツヤで保湿もしてくれるような感じなので、サラサラにならないのが私は好きです。なので後でのせるファンデーションも塗りやすいなって感じたんですけど、すごい良かったです。で、次がカバー&グロークッション SPF40PA3 プラスで2色展開になっていて、私は01番を購入しました。こんなカラーで首の色とは合っているなって感じたファンデーションの色です。明るすぎず良かったです。ただ白いパウダーを重ねているので今は少し明るく見えていると思うんですけど、浮かないカラーで私は好きな色でした。特徴は自然なツヤ肌仕上げ、しっかり密着し崩れにくい、毛穴色ムラを高カバー、あとカーブ型パフって書いてあるんですけど、私は正直この形のパフはあんまり好きではないんですけど、でも小鼻のところとか口角のあたりは塗りやすいです。私が一番感動したこちらのエアリースムースパウダークリアなんですが、これ本当にいいです。こういう白いパウダーでプラスパフがついています。特徴はふわっと質感のベイクド製法、粉っぽさがなく肌に溶け込むように馴染みますっていうのと、汗や水分を吸収しサラサラな肌に、毛穴肌の凹凸をカバー、あと2種の保湿成分が入っているそうです。確かに表面はサラッとして毛穴の凹凸も消してくれるんですけど、全然乾燥して顔が動かしづらいとかもないので、すごい気に入りました。で、本当に硬いベイクド処方になっていて、こういう白いパウダーです。こんな感じで本当に溶け込みますよね。これが本当にすごいので早く皆さんにもご覧いただきたいんですが、その前に匂いをお伝えしますと、この3つの商品は匂いがしなくて、するとしても原料の香りが少しだけあるかなっていう感じなので、とても使いやすいです。ということでここから塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビをアップでお見せしますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めから塗っていきます。スキン104のヒアルシカウォーターフィットサンセラム SPF50 プラス PA4 プラスです。先ほどまで外出していてマスクをつけていたのでいつもより肌が赤いかと思います。で、日焼け止めだけで出かけていたので帰ってきてから洗顔をして、その後スキンケアを塗って今すぐに日焼け止めを塗っています。なので日焼け止めを塗ってから少し時間を置いて乾かしてから下地をつけていこうと思います。ピラティスに行ったり、あとは大掃除の道具を買ってきたり、用事を済ませてきたっていう感じなんですけど、もう3時なんですよ。なのでいつもよりちょっとオレンジ味が強く見えているかもしれません。この時間って西日で黄身が強く見えてしまうんですよね。少し時間を置きました。まだちょっとペタペタはしているんですけど、とりあえずこのポアレスフィットプライマーを塗っていきます。これは意外としっとりとしていて、さらっとしすぎてしまうようなプライマーではないので、上にのせるファンデーションも綺麗につきそうだなって思った下地です。まだ今日が初めてなのでわからないんですけど、このサラサラになりすぎない感じが気に入りました。こちらが塗った方で、こちらが塗っていない方です。黒ずみも薄くなっていますし、毛穴の凹凸感も目立たないので、とても綺麗です。で、こちらにも塗っていきます。毛穴に入れ込む感じで塗っ
て、やっぱり塗った方が毛穴は隠れていて綺麗に見えます。この上からファンデーションを塗っていきます。少しツヤっとしつつもテカテカではない感じなので綺麗なツヤ肌に見えます。元がスキンケアでツヤっとしていたというのもありますが、綺麗なツヤ感です。半眼だけ塗ってみました。アップでお見せするとこのような感じです。しっかりとカバーしてくれていて、赤みもほぼ見えず、毛穴の黒ずみも隠してくれていて、おでこはしっかりカバーされていて、とても綺麗に見えます。頬は赤みが強いので、こんな感じで少し影を作ると、このように少しだけ透けているんですけど、でもカバーしてくれている方だなと思います。ミディアムとハイカバーの間くらいです。でも厚塗り感はないです。しかも綺麗なツヤ感ですし、今のところ好きな仕上がりです。少しこの辺りがざらついたりはしてしまいましたが、人と対面する距離であれば全然目立たないので、綺麗な仕上がりだと思います。この辺りはカバー力が低いので、少しだけ重ねておきます。やっぱりちょっとざらつきますね。こちら側にも塗っていきます。ポンポンと重ねるだけである程度毛穴は隠れます。で、鼻はこすっても毛穴落ちはしないです。ちょっとざらつきはありますが、最近鼻がスキンケアの影響で乾燥しているので、これは仕方がないかなっていう感じです。ファンデーションを塗り終えました。おでこはこのように綺麗に塗れて、頬もほぼ綺麗かなっていう感じで、すごい近くで見たらざらついている部分はありますが、人と対面する距離だったら全然わからないですし、あと少しパフでポンポンとするだけでも、この辺りの毛穴は隠れたので、やっぱり下地を塗っているからっていうのもあると思いますが、仕上がりは綺麗だと思います。ちなみにこのツヤ感も綺麗です。次はこちらのパウダーを塗っていきます。なんかそんなに大量につく感じもなく、パサパサにもならなくて、でも毛穴をふわっとぼかしてくれる感じがあるので、結構綺麗ですね。で、パウダーは白いので、少しトーンアップする感じもあります。で、触るとサラッとしていますが、肌が乾燥する感じもないので、すごい使いやすいです。今間違えて半眼とか気にせずつけてしまったんですけど、後でビフォーとアフターの画像を左右で載せますね。パウダーとてもいいです。肌がふわっとする感じに仕上がるので、お直し用とかにもいいですね。間違えて全顔に塗ってしまいましたが、パウダーを塗り終えました。はい、おでこはこんな感じです。やはり先ほどは少しだけツヤっとしていたのが今はマットになっていて、表面はすごくサラッとしています。でも乾燥する感じはなくてパサッともしていないので、このパウダーが今のところ一番気に入っています。すごいですよね。マシュマロ肌にしてくれます。
ということで塗り終えたので、本日も7時間検証をしていきます。こちらは3時間後の動画です。おでこは相変わらずサラッとしていて全然崩れていないのでまだ綺麗で、鼻もこの辺りはツヤっと感が出てきていますが、それ以外は全く変わっていないです。サラサラなので3時間だとあまり変わらないですね。とても綺麗な状態を保てていると思います。前回もあったのですが、またデータが破損してしまったようで、5時間半後の動画が消えてしまいました。なので7時間後の動画をご覧ください。こちらは7時間後の動画です。おでこはまだサラッとしています。ここは少しツヤっとしていますが、もうそんなにベタベタな感じもなく、綺麗ですよね。で、頬と鼻は、先ほど5時間半後にもお伝えしていたこの辺りのツヤが増したかなくらいです。鼻もテカっているんですけど、ひどくはないなっていう感想で、もっとテカテカになることもありますが、それよりは全然皮脂が出ていません。で、この頬の外側もサラッとしていてすごい綺麗なんですよ。もしかしたら朝洗顔をして外出して帰宅後にもう一度洗顔をしているので、いつもより乾燥しているかもしれないっていうのと、最近は皮脂を抑えるスキンケアを使っているのでそれのおかげもあると思うんですけど、すごい綺麗にキープされています。なんかこの辺りとかって皮脂が出てきてしまうと光が反射して毛穴が目立ちますが、そういうのもほぼないです。ティッシュオフしてみます。軽くティッシュオフするだけで元通りになりました。一応この上からファンデーションを重ねるとどうなるのかっていうのを見たいと思います。重ねると毛穴落ちしたりとか白くよれてしまうところがありますが、近くで人と対面していたらこの辺りが白いなってわかると思うんですけど、2メートルぐらい離れていたらわからないと思います。こちらパウダーだけ重ねてみたいと思います。ちょっと白くなる部分もありますが、パウダーだけでサラッと感も戻りますし、これだけでメイク直しはいいですね。すごい綺麗な状態を保てますし、やっぱりこのパウダーとてもおすすめです。なんかエレガンスのパウダーを初めて使った時くらいの感動があります。少し引きでお見せするとこんな感じです。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは本日も日焼け止めから塗っていきます。早送りでご覧ください。それでは下地をまず塗っていきます。くるくるっと毛穴に埋めるように塗っていって、で、ファンデーションを塗っていきます。で、これ鏡がすごいぐにゃっとして気持ち悪くなるので、他のファンデーションの鏡を見ながら塗っていきます。擦りすぎてしまうとやはりよれは気になるので丁寧に塗っていかないといけないなっていうのはあるんですけど、すごい汚くなったりとかはしないですし、仕上がりも綺麗なのでやっぱりこれは使いやすいですね。もう本当に何も考えずに塗って絶対に仕上がりが綺麗になるっていう感じじゃないので、綺麗にベースを塗るぞっていう意気込みは必要なんですけど、丁寧に塗っていけば失敗はしにくいファンデーションかなって思います。
日が入ってきてしまったので見づらくなったかと思いますが、この辺りの薄い赤みも少し透けているようなカバー力です。なのでミディアムくらいかなと思います。で、昨日使って感動したこのパウダーを塗っていきます。今日は左右で差をお見せします。本当にすごい綺麗で、ふわっとしたマシュマロ肌にしてくれるので、これなくなったら絶対リピートします。これ皆さん絶対に買ってください。下地も発売される予定がパッケージの表記ミスで延期されて、まだ発売されていないって見たんですけど、それも試してみたいなと思っています。あと他の商品も試してみたいです。すべて塗り終えました。おでこはこんな感じでちょっとサラサラにしてあって、この辺りは結構多めに重ねているのでサラッとしていますが、他は少ししっとりしつつサラッとくらいにしてみました。マスク検証がすごい楽しみです。ちょっと唇の色がなくて申し訳ありませんが、少し引きで見るとこのような感じです。これから1時間後くらいにマスクをつけ始めて4時間検証していきます。マスクをつけてから4時間後の動画です。おでこはまだサラサラで、こんな感じで昨日と同じように綺麗で、マスクをつけていた部分なんですけど、普通よりも崩れたかなって感じています。毛穴落ちはかなりしてしまいました。で、サラッと感は本当に塗った直後と同じ感じで、少ししっとりサラッとしているので、夏に使ったらもうちょっと崩れにくさを感じられたのかもしれないんですけど、冬でしかも最近皮脂を抑えるスキンケアも使っているので、こういう結果になりました。でもマスクをつけていない時は本当に綺麗なので、全然個人的には問題ないです。鼻はファンデーションが少し取れたぐらいです。マスクの中はこんな感じで、ファンデーションが結構ついています。だから崩れもひどいのかなって思うんですけど、この上の部分にかなりつきました。この下地の長所は保湿もしてくれて、毛穴もある程度埋めてくれるので、後からのせるファンデーションで頑張って毛穴を埋めようとしなくても綺麗に塗れます。この下地を使ったから毛穴をすべて埋められて、次に塗るファンデーションが絶対に綺麗に塗れるみたいなことはないんですけど、塗らないよりは綺麗に塗れます。しかも毛穴が詰まるのも私は感じなかったですし、肌荒れする感覚もないので使いやすいです。あまりシリコン感が強い毛穴プライマーは好きではなかったんですけど、これはそういう感じが全くないので毎日使えるなって思いました。短所は特になくて無難に使える下地で個人的には好きです。ファンデーションの長所は丁寧に塗れば綺麗に仕上がります。そしてセミツヤ感もとても綺麗です。パウダーと合わせて使うと特に崩れたりせず、時間が経っても綺麗な状態を保てました。短所は丁寧に塗っていかないといけないからこそ塗るのに時間はかかりましたが、それは塗りやすいファンデーションと比べた時にそう感じただけで、普通かなっていう気はします。あと擦りすぎるとよれますが、普通に塗っている分には大丈夫でした。2200円でこの仕上がりって考えるとかなりコスパがいいなと思います。カバー力がミディアムより少し上くらいで、セミツヤファンでお探しの方はぜひ試してみてください。パウダーはとにかく毛穴をぼかしてくれる効果が高いです。私の肌だと乾燥も感じないですし、合わせるファンデーションにもよるんですけど、今回ご紹介した3つの組み合わせだとテカりにくかったです。しかもメイク直しにもぴったりのパウダーです。短所は他のファンデーションと合わせて使った時に少しテカるなと思ったので、気になった時にティッシュオフするなり、パウダーでお直しした方が良さそうです。これは本当に良かったですね。ベスコスに入れたいと思います。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。